今回は Discord の画面共有、いわゆる Go Live と言われるもののやり方について見ていきたいと思います。Go Live、つまり画面共有機能を使えば、お互いのパソコンの画面を見せ合うこともできるし、ゲームプレイを見せ合うこともできるので、とても便利です。遅延もさほど大きくはなく、使いやすい機能となっているので、ぜひ試してみてください。では Discord を立ち上げましょう。Discord でのお互いの画面を見せ合う方法、画面共有の方法は大きく2通りあります。一つはフレンドとの通話による画面共有。これはグループでも可能です。もう一つはサーバーのボイスチャンネルを使った画面共有の方法。この2つがあります。まずはフレンドとの通話による画面共有を見ていきましょう。では Discord を立ち上げたらホームをクリックして、そしてこちらのフレンドのところをクリックします。フレンドリストの中から通話したい相手を選びます。グループで通話を行いたい場合には、はじめにグループを作っておいて、そちらをクリックするような感じになります。前回の通話の動画で、このようにグループを作っている場面があるので、そちら参考に見てください。グループで画面共有を行いたい場合には、こちらのグループ、すでに作ったグループをクリックして、そして通話を押しましょう。相手と1対1で通話を始め画面共有したい場合には、こちらの相手のアイコンをクリックして、そして通話を始めることになります。では通話したい相手のアイコンをまずはクリックです。右クリックして通話をクリックしてもいいし、こちらの出てきた画面の上の通話を開始をクリックしてもいいでしょう。では通話を開始します。で、相手を呼び出しています。はい。相手が呼び出しに応じたら、このようにグリーンの表示に変わります。これで相手と通話がまずは成立しました。で、ここから画面共有をすることができます。では実際にやってみますね。画面共有をする際には、こちらの画面を共有するボタンをクリックします。このボタン、左下の方にもあります。この左下に画面とあるんですが、こちらをクリックします。で、気をつけたいのは、この横のカメラのマーク。こちらにも動画とあってカメラのマークがありますが、こちらは自分のパソコンについているカメラが起動します。なので自分を映してしまうことになるので、その時は気をつけてください。あえて自分を映す必要がある場合には、こちらのカメラのところをオンにして、自分を映し出す画面になります。今回はそうではなく、パソコン上の画面を共有するということなので、こちら、画面を共有するを使って、いろいろとやってみたいと思います。ではこちらをクリックです。そうすると、画面共有の選択メニューが出てきます。アプリと画面があります。アプリは今パソコン上で稼働しているアプリケーションをここで選ぶことができます。今私はパソコン上でウェブを開いて、そして OBS で録画をして、あとは別の自分が作った動画も開いているんですが、それぞれアプリとして認識されて選択することができるようになっています。で、アプリではなく自分の画面、パソコン画面全体を相手に見せたければ、こちらの画面をクリックです。はい。私は今モニターを2枚使っているので、2つモニターが並んでいます。スクリーン1、スクリーン2と選択することができるので、見せたいモニターの方をクリックすれば相手にそれを見せることができます。アプリを選ぶこともできるし、画面全体を選ぶこともできます。なので、うまくアプリが選択できなければ画面そのものを選んでしまえばモニター全体を見せることができるので、こちらが非常に便利かと思います。今回はインターネット画面開いているので、そちらを試しに使ってやってみます。こちらをクリックします。はい。そうすると画面共有の設定メニューが出てきます。Discord は有料版と無料版があるんですが、無料版はもう720の解像度で 30fps までしか使うことができないです。有料版の Discord を利用すればフル HD で 60fps 滑らかな画像で相手と画面共有ができるんですが、試しであれば無料を使うと思うので、こちら解像度720フレームレート30を確認して Go Live をクリックしましょう。もしここで、映し出す画面変更したいなと思ったら、こちらの変更をクリックして元の選択画面に戻ることができるので、
違うものを選択し、同じようなメニューが出てくるので、そのまま Go Live というところをクリックすればうまくいきます。ではこちらのちょっと株価情報などこちらをクリックして、そして、720解像度フレームレート30で、Go Live というところをクリックします。このように表示されます。これで自分の画面を相手に映し出すことができました。では逆に相手が画面共有を始めた時の様子を見てみましょう。この画面を閉じるには画面のところにマウスポインターを持ってきて、まず配信を中止します。配信を中止することができました。これは元の通話状態に戻っています。では相手側が画面共有を始めます。はい。相手側から画面共有が始まると、このように自動的に相手の画面が映し出されるようになっています。こちらは相手の画面を見ている状態です。で、相手の画面を見ながら自分の画面も表示することができます。マウスを中央に持ってきて、で、こちらの画面を共有するをクリックするか、もしくは先ほどと同じく左下の画面というところをクリックして画面共有を始めます。どちらでもいいです。ではこちらをクリックです。画面共有したいものをクリックします。で、Go Live をクリックです。これで自分の画面を相手に見せることができました。この表示ではそれが少し分かりにくいので、もうちょっとこの表示を見やすくしていきます。まずはこの画面中央にマウスを持ってきます。で、この画面そのものを一旦クリックしてみましょう。はい。そうすると今アクティブになっているものが全て出てきます。これで少し分かりやすくなったと思うんですが、この株価の画面は自分が表示している方です。自分が相手に見せているものです。で、相手が見せてくれているのはこの別のインターネットのウェブサイトを見せてくれています。こちらは参加者のアイコンになっています。こちらのチャットボックスにも何かメッセージを書くことができるので、はい、画面共有を見ながら相手に、チャットでメッセージを書くこともできます。で、相手の画面を大きく見たければ相手画面をクリックです。はい、こちら大きく見ることができます。で、マウスをこの辺りに持ってくると矢印が出るので、こちらでサイズの変更もできます。あとはこのチャット欄必要なければ左の下のところにチャットを非表示にするというのが出てくるので、こちらをクリックするとチャット欄を隠し、より大きな画面で相手の画面を見ることができます。こちらクリックしてみましょう。はい、チャット欄を非表示にするとそれだけ大きく画面を見ることができるので分かりやすくなるかと思います。さらに右上のところにフォーカスと出ています。これ今均等に表示されているんですが、こちらの右上フォーカスをクリックすると一つの画面が大きくなります。クリックしましょう。はい、で、違う画面を見たければ右のところで切り替えます。はい、自分の画面を選択したり、相手の画面を選択したりというように切り替えて見ることができます。で、もう一度均等に画面を表示したければ、マウスを少し画面上に持ってきて、右のところ、今度はグリッドと出てきていますが、そちらをクリックします。はい、これで均等になります。あとこちらですね、ポップアウトとあります。これは画面を独立させて見せることができます。ポップアウトをクリックしてみましょう。はい、で、そうするとこの画面が、見やすくなります。クリックすることによって好きな感じで見ることができるので、使ってみてください。大きくしたければこんな感じですね。で、こちらを押すとフルスクリーンになります。Discord のフレンドメンバーのメニューも消えてフルスクリーンで表示されるので、一番最も大きく表示したければ今のフルスクリーンを使うといいでしょう。で、戻したければこちらをクリックです。ポップアップ画面を元の状態に戻したければ、ポップアップの外にマウスを持ってきて、右下のところにアプリに戻るとあるので、こちらをクリックしましょう。はい。ポップアウトが元の状態に戻りました。
さらにチャット欄も出したければ、左の下のチャットを表示するをクリックです。はい、サイズもこれで戻して元の状態に戻すことができます。はい、画面の見え方はだいたいこの画面のところでクリックすると見え方がどんどん変わるので、触って慣れてみてください。チャットのところは消した方が画面見やすくなると思います。チャットを非表示にするを利用してぜひ使ってみてください。で、この右の欄も狭いなと思ったら、こちらメンバーの非表示をクリックすれば大きく画面を見ることができます。他の画面に切り替えたいときにはメンバーの表示をクリックして別のこの画面を見て、でまたメンバーの非表示をクリックすると大きく見ることができます。このあたりはもう触っていればだんだんわかるようになると思うので、ぜひいろいろ画面を触ってやってみてください。はい。自分の配信をやめたいときにはこちらの配信を中止をクリックします。これで自分側の配信をやめることができました。相手の配信を見るのをやめるときには、その配信画面でクリックして、そしてこちらの視聴中止をクリックします。はい、これで相手が配信しているんですが、自分はその配信を見ていない状態になります。もしもう一度相手の配信を見たければ、こちらの配信を見るをクリックして、視聴を開始することができます。あとは自分がプレイしているゲームを相手に見せる方法なんですが、プレイしているゲームはDiscord が認識してこのように、こちらに例えば今私は Apex をプレイしている状態なんですが、このようにプレイしているゲームタイトルが出ていて、その横に配信するというマークも出ています。なのでこちらを利用して同じように画面共有をすることができます。こちらをクリックします。メニューが出てきます。このまま Go Live をクリックします。これで自分の画面を相手に表示することができています。ちょっと分かりにくいと思うので、こちらをクリックしてみます。はい。これが今左に出ているのが自分が配信している方の自分が相手に見せている画面です。このように自分の画面相手に配信していて、相手側がこの画面を見ることができています。これで相手に自分の画面が見えている状態です。で、表示の仕方は画面をクリックしていけばどんどん表示の仕方が変わるので、それを利用してみてください。右上のこのグリッド、そしてフォーカスのボタンを利用してもいいし、この画面上でクリックするだけで表示のされ方が変わります。この矢印はメンバーの表示非表示の矢印になるので、これも利用してみてください。で、チャット欄は左下に表示非表示が出ています。これも利用してみてください。で、自分の配信をやめる際には配信を中止をクリックしましょう。これで自分の配信を中止することができました。見るのをやめる際にはその見ている画面をクリックして視聴中止ボタンをクリックです。これで見るのを終えることができました。通話そのものも終わりたければこちらの切断をクリックして通話を終えることができます。こちらをクリックしましょう。で、相手が通信を切ったらこの画面も消えます。このように相手も通信を切ったので画面が戻りました。これがフレンド同士による画面共有の仕方になります。グループでも全く同様なので、グループの際は前回のグループ通話の説明で作ったこのグループのアイコンを利用して同じようにやってみてください。では次にサーバーを利用した画面共有を見ていきます。サーバーを利用した画面共有非常に簡単なのでやってみましょう。私のサーバーこちらなんですが、サーバーをクリックします。サーバーにはテキストチャンネルとボイスチャンネルがあります。ボイスチャンネルを利用すると画面共有を簡単に行うことができるので、こちらを使っていきます。私のサーバーではボイスチャンネルにあえて画面共有できますよというような感じで Go ライブ用ですよとこちらに表示を書いていますが、このように Go ライブできますよと書いていなくても基本的にはボイスチャンネルのこの通話の機能があれば画面共有はできます。
ただサーバーによってはそのチャンネルごとに画面共有できるチャンネル、できないチャンネルというようにカスタマイズすることができるので、全てのサーバーのチャンネルのボイスチャンネルで画面共有ができるかどうかっていうのはそれはそのチャンネルごとによってちょっと違いがあるので、注意してみてください。例えば私のチャンネルでは、ライブ参加者用って書いているこちらでは画面共有をする権限がある人は限られていて、別のこちらのチャンネルでは誰でも画面共有できますよというふうにちょっと権限を変えてたりするので、チャンネルによっては画面共有できたりできなかったり設定を変えることができるので、それはまた今後動画でやり方を上げていきたいと思います。基本的には通常のデフォルトの設定であれば、ボイスチャンネルであれば、簡単に画面共有して相手と通話ができるので、こちらを利用するといいでしょう。ではサーバーのボイスチャンネルを使った画面共有の方法を見ていきます。通話の仕方が若干違うだけなので、通話に入ればあとはやることは先ほどと全く同様です。スピーカーマークのあるチャンネル、こちらをクリックします。はい、そうするともう通話が始まります。あとはこちらに参加したい人がどんどん入っていけば同時に画面共有ができます。はい、今別の私のアカウントでこちらに参加したんですが、通話に参加するにはこのタイトルをクリックするだけです。自分側が画面を配信したければ左下にメニューが出ているので、こちらの画面共有ボタンをクリックです。そうすると先ほどと同じようにこんな感じで選択画面が出てきます。ゲーム画面を配信したければこちらのゲーム名の横の配信するボタンをクリックです。そうすると同様にメニューが出てきて Go ライブボタンを押せば画面共有ができます。つまり Go ライブができます。小さくこのように出ていますが、こちらクリックすることで大きくこちらに表示されます。ではクリックしてみましょう。このように大きく表示されました。もし相手も画面共有を始めると、ここに相手の画面も映し出されます。はい。相手が画面共有を始めると、同じように赤くライブというふうに出てきます。ライブのところにマウスを持っていきます。そうすると配信を見ると出てくるので、こちらをクリックします。もしくは、もうこの画面の中に画面共有を始めた人の選択メニューが出てくるので、こちらを配信を見るをクリックすると、相手の画面を見ることができます。こちらをクリックです。はい。これで今相手が配信している画面を見ることができました。画面の表示方法はだいたい中央をクリックすると表示が切り替わってきます。右のグリッドフォーカスを使うことでも表示が変わります。はい、こんな感じですね。で、こちらのメンバーの表示非表示も使ってみましょう。はい、こんな感じです。大きく見たい画面は右の選択で変えることができます。いろいろ触ってみると慣れてくると思うので、画面触ってみてください。で、3つのところもですね、ビデオを使ってない人の参加者の表示をオフにすることもできます。ここをクリックすると、はい、より使いやすくなると思うので、使ってみてください。自分の配信をやめたいときには、こちらの配信を中止をクリックするか、ゲーム配信であれば、このゲームタイトルの横に配信を中止というのが出ています。どちらでもいいので、クリックしてみましょう。これで自分側の配信を中止することができました。で、相手の配信も見るのをやめたければ、その見ている相手の画面をクリックして、そうすると下に視聴中止というメニューが出てきます。こちらをクリックです。はい、そうすると相手の視聴をやめることができます。もう一度見たければ配信を見るをクリックすると同じように見ることができます。で、相手がライブ配信をやめると、この赤いライブという表示が消えて、この画面も消えます。相手がライブ配信をやめます。これでもう赤いライブというマークが消えたので、お互いに画面共有をしていないという状態になっています。はい。で、最後にボイスチャンネルの通話を終了したければ、こちらの左下の切断をクリックします。もしくは、この
画面のところにマウスを持ってきたら下に切断と出てくるので、こちらをクリックしてもいいでしょう。では通話を切断します。こちらをクリックです。で、相手も通話をやめると、この画面から相手のアイコンが消えます。これで相手が通話をやめたので、相手のアイコンもボイスチャンネルから消えました。このようにして画面共有、いわゆる Go ライブというものを楽しんでみてください。それでは以上になります。